はい、今回はですね、大人気バンコンビルダートイファクトリーさんが製造販売しておりますバレイヤ、こちらをですねご紹介していきたいと思います。はい、このねバレイヤはですね、今年のジャパンキャンピングカーショー2023でですね、キャンピングカーアワードというのがね選ばれるんですけども、それにですねニュースのですね小山慶一郎さんが受賞されました。そしてその1年間ですね、実はですねキャンピングカーを使ってアウトドアやねキャンプのですね普及にお手伝いいただくということで、今回ですねこのバレイヤがそのね車に選ばれたんですよ。ですのでこのね2023はこのねバレイヤがですね最も注目されるキャンピングカーになるんじゃないかなと思います。そしてこのね今ご覧いただいているこのバレイヤ、実はですねトイファクトリーさんのキャンピングカーのね販売店ディーラーの中で一番最初にですね実は製造して送ってきた車両になりますので、どこよりも早くこのですねバレイヤをレビューしていきたいと思います。はい、この動画を見ていただくと今年のジャパンキャンピングカーショー2023でキャンピングカーアワードに輝いたこのバレイヤについて分かりますので、ぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラーいろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ベース車両はトヨタハイエーススーパーロングキャンパー特装車。動画の車両はガソリンエンジンの 4WD-AT です。外装カラーはホワイトパールに次ぐ人気カラーベージュメタリックです。バレイヤの収納スペースはトイファクトリー社製品の中でもトップクラスに広いです。外部電源取り入れ口は車両最後部右側に位置しております。専用コードをボディに差し込んで AC100V コンセントに接続すると AC100V にてサブバッテリーを充電することができます。バレイヤに関してはこの運転席右側のエアロウィンドウはオプション装備になります。今回のバレイヤの室内色は標準カラーのタイプになります。ブラウンとホワイトの家具色、そしてシートカラーはグレー系ですので、室内の雰囲気は明るく、そして洗練された雰囲気も感じます。はい、それではバレイヤのですね、室内をご紹介します。まず、エントランススライドドアのすぐですね、右上にはですね、オールインフォメーションボードがあります。このオールインフォメーションボードは、このバレイヤのですね、メインスイッチから照明、そしてですね、インバーターのオンオフや冷蔵庫、FF ヒーターやね、電圧などを見ることができますので、一括してこのですね、車両をね、電装品関係を操作することができます。オールインフォメーションボードのですね、すぐ下にはですね、これ3点式シートベルトのためのこのベルトがあるんですよ。これ実は今ですね、セカンドシートはこれ後ろ向きになってるんですけど、前向きにした時にですね、実はこちらの方に座っている時の3点式シートベルトになります。はい、そしてこのベルトの、ね、下にはですね、このウェルカムライトがですね、ここにありますので、靴をね、脱ぎ履きするときはこのライトがね、照らしてくれますから、非常にですね、重宝するんじゃないかなと思います。はい、続いてキッチンスペースをですね、ご紹介します。キッチンのですね、ポジショニングは運転席のすぐ後ろ側にですね、位置しております。そしてこの上にはですね、電子レンジがついておりますので、こちらからですね、食材を温めたりすることがね、できます。そしてこの横はですね、はい。このように収納スペースになっておりますので、キッチン関係のね、小物なんかを収納することがね、可能かと思います。はい、そしてこのね電子レンジの下にはですね、はい、このような感じで照明がねあります。ライン照明はねこちらでオンオフできますし、これはですねタッチ式の照明になりますので、これを押すとですね入り切りもねできますので、こんな感じでねキッチンスペースをですね明るく照らしてくれます。そしてこのですねこの出窓に関してはこれねオプションなんですけども、これだけね幅が出ておりますから、キッチンも結構広く使えます。でこの窓ももちろんアクリルですね、二重窓になってますので断熱性能も高いですし、夏はですね網戸も出ますしね、寝るときはこのような感じでシェードを出すこともできます。はい、そしてこのですね下にはシンクがねありますから、洗い物だとかですね手洗いなどもすることができます。でこの横がですね、これエンゲルの上蓋式の冷蔵庫がついております。結構ね深さもありますし、冷気がですねこう逃げていかない仕組みになってますので、これね非常にいい冷蔵庫がついています。そしてソフトクローズもねあります。でこちらがですね19インチのマルチカーシアターシステムですね、テレビがここについておりますので、セカンドシート、サードシートに座っている方もね、ここからでもこうテレビを見ることができますから、これもね、非常にね、いいかと思います。そしてこのね、マルチカーシアターシステムは、一緒にですね、このリアスピーカーをですね、つけることをお勧めします。こうすることによって、さらにですね、音響がね、良くなりますので、マルチカーシアターシステムですね、選ばれる方は、このね、
スピーカー、これをね一緒につけることをお勧めします。はい、そしてこのキッチンのですねこちらの方には、はい、100V のですねコンセントがありますので、電気関係をね取ることができますし、こちらの方にもですね、はい、USB のポートがありますから、携帯だとかね、今何でもね電装品関係はこういう USB になってきてますので、ここからね電気関係を取ることができます。はい、そしてね、こちらの方にも、背帯がありますのでご紹介します。まずこのテーブルね、取り外したいと思います。このテーブルに関しては、レールがですね、ここから、ここまでありますので、このね、例えば、ダイネットスペースを無回線してる時も真ん中にテーブルをね、置くこともできますし、セカンドシートをですね、前向きにした時も前の方にですね、テーブルを設置することができるんですけども、まずですね、これをご紹介しますので、このテーブルに取り外したいと思います。はい、テーブルに今外しました。テーブルに関してはね、実はこの運転席の後ろにですね、テーブルを収納することもできます。テーブルは簡単に脱着することができます。そして運転席すぐ後ろのデッドスペースに収納することができます。セカンドシートを進行方向に向けてこのようにテーブルを設置することもできます。はい、そしてこちらにはですね、スライド式の収納スペースがあってね、このような感じになってますので、キッチン関係のね、ものだとこうね、収納することができますよね。こちらがあって、そしてね、ここにも、オープン形式の収納スペース、マガジンラック的なものなんですけども、収納スペースもあります。そして、このですね、スライドのね、収納下には、シャッターがついてるんですけど、こちらにですね、給水タンクと排水タンクがね、ありますので、はい、こちらのシンクで使う、給水タンク、排水タンクになります。こちらがですね、この中に位置しております。はい、ですので、こちらでですね、結構完成されてますよね。キッチンで、例えば洗い物をしたりだとかね、そして冷蔵庫から物を取り出してこの電子レンジで温めて調理をしたりっていうことができますので、キッチンも結構ね使いやすいんじゃないかなと思います。キッチンスペースはこのようにセカンドシートに座って電子レンジ、シンク、そして冷蔵庫を容易に操作することができます。セカンドシートは大人の方2人ぐらいは座れるぐらいのスペースがあります。こちら側に座っているとこのようにテレビアームを操作することもできます。サードシート側も余裕がありますので、4人ぐらいの方でしたらゆったりくつろげそうですよね。そしてダイネットスペースをベッド展開していきます。まずはセンターのテーブルを取り外します。次にサードシートの背もたれ部分を少し傾斜をつけてヘッドレストを取り外します。そしてその背もたれを車両後方に倒します。次にシート全体を左側にスライドさせスペースを空けます。空いたスペースに専用マットをはめ込みます。今度はセカンドシート側です。座面だった部分を置き上げて背もたれ部分も少し傾斜をつけてヘッドレストを取り外します。サードシート側同様に助手席側にスライドさせ座面を後方に倒しフラットにしてから車両最後部側にスライドさせます。またこの空いたスペースに専用マットをはめ込んであげるとダイネットベッドの完成です。開放感のある広いベッドが出来上がりました。実際にこのように横になってみました。大人の方でも2人ぐらいは寝れる非常に広いベッドです。取り外したテーブルも短い足がついておりますので、このようにするとちゃぶ台仕様として使用することができます。はい、今ですね、こちらのセカンドシート、サードシートをですね、ベッド展開したんですけども、ここだけでもですね、結構広いベッドスペース、私ぐらいの身長でも寝れるね、2人ぐらいの方は結構寝れる十分なね、スペースあったんですけども、実はですね、この上にですね、ベッドマットがあるんですよ。で、これね、今大きな分割のマットが、2分割のマットがあるんですよ。で、そして、ちょっとですね、幅の狭いマットが2つありますので、これね、実は、ここに渡してあげることもできるんですよね、このマットをね。で、まずちょっとそれをやってみたいと思います。はい、そうするとですね、このようにかなりですね、大きなベッドが出来上がるんですよね。まずね、ちょっとこの状態でね、寝てみたいと思います。まずはこのベッドの上であぐらをかいてみたんですけど、非常に広いですよね。
そして実際に横になってみたんですけども、この広さはやはりトイファクトリー史上ナンバーワンのベッド寸法かもしれません。やっぱり真横はちょっと厳しいんですけどね。はい、このベッドですね、めちゃくちゃ広いですね。でこれね、縦寸法をちょっと測ってみるんですけど、もうだいたいマットからマットを測っても2メーター6センチ、こっから2メーター6センチありますので、私もね全然余裕があります。そして横幅なんですけど、横幅はねこれ右側がエアロウィンドウになってますから、エアロウィンドウの一番端からですね測ってあげると1メーター83センチぐらいねありますので、ここのね横幅も結構広いですね。はい、ですのでこの上のベッドはですね、トイさん史上ですね一番大きなねベッドになるんじゃないかなと思います。そしてこのですね分割のマットって実はですね、ここにねセットするだけではなくて、この下の方にもですね、実はあそこにですねこう受けがありますので、ここにもですね実はセットすることができるんですよ。ちょっとね何通りかねやってみたいと思います。はい、まずねこのようにこの縦の幅のマットを実はですねここに切り欠きがね入ってますので、このようにセットすることもできるんですよ。で実際ねうちのこのね展示車に関してはこのねサードシートってもともとはですねシートとしてはね認められないこういうねマットをこう組み合わせるような感じですので、乗車定員をね取ってないんですよ。でも今回の車はですねオプションでこのサードシートを、ね、変更してますから、ここでですね乗車定員を取ってるんですよ。なので本来はですね4人乗車なんですけど、これ6人乗車になってます。でもこのような感じでねマットも使えることができます。こういうふうに使うかどうかは別としてですね、こんな使い方もねこのマットできるんですよ。そしてはい、このようにですね下のベッドもですねかなり大きなベッドになります。でマットからマットを測ってみると、これでですね2メーター63センチぐらいありますね。これめちゃくちゃ広いですよね。はい、そしてですねここに今乗っていたマットも後ろにセットすることができるんですけど、こうするとですねかなり長いベッドがですね出来上がりました。そしてでもですねこの上の大きな2枚のマットもね結構広さがあるんですよ。これねちょっと測ってみたいと思うんですけど、はい、この状態でも1メーター約40センチぐらいこれありますから、普通のですね170センチ前後の方だったら横でもですねこれ寝ることができるので、ここも結構広いベッドがありますし、なおかつねこの下のベッドもありますから、これ上の段もね下の段もねかなりですね広いですし、こういうふうにですねフレキシブルにこのマットをねこう入れ替えたりするといろんなですねベッド形状をできることが判明しましたので、こうするとですね、どこで寝てもですねかなりこれベッドスペース広いですね。この上のスペースだけでもバーデン並みのベッドスペースはあるかと思います。そして棚がありませんので空間も非常に広いです。はい、こちらのですね後ろのねベッドスペースもねご紹介します。このバレイヤに少しね似てる要素があるのはベルゲンという車がねあるんですけど、ベルゲンはねこのキッチンスペースのここにですねタワーのね収納があったんですよ。ただバレイヤはですねその収納がなくてですね、電子レンジ等もねこっち側に移動しまして、ここがですねスペースが出来上がったんですよ。でこの上のところにですねハンガーで、ジャンバーだとかをねかけるようなスペースもできましたし、こういうですね小物関係を入れるね収納のスペース、そしてこのねベッドの下にもですね結構これ奥行きがあるですねオープン形式のですね収納がこのようにずーっとあるんですよ。なので結構ね収納スペース増えてますよね。そしてねこのねハンガーのね収納のところにも実はですね分かりますかね、これ USB のですねポートもありますし 100V のコンセントも実はここについているんですよ。なのでここでね電気関係を取ることもできます。はい、そして
こっちの方にもですね、はい、照明もありますし、反対側の方にもこのような感じで、フックでねこうかけれるようなスペースがあって、釣り戸棚がねないから上のですねこのベッドスペースの空間が非常にね広いかと思います。これはこれでね、棚がないから収納のスペースだと思うかもしれないんですけど、空間広いからですね結構使い勝手ありそうですよね。でもしなんかこう物があったとしても、こういうねジャンバーをかけたり下の収納を置いたりだとか、あとはですねこの今はねマットが乗っかってますけど、このマットをどかしてあげればね結構収納スペースが広いんですから、そんなにね気になるレベルではねないんじゃないかなと思います。その分ここのね空間が広いから、これはね非常にね空間的にはですね広くてねいいんじゃないかなと思います。バレイヤのベッドマットはすべて取り外すことが可能です。取り外したマットを収納しておく場所はないんですけども、このように簡単に取り外すことができます。キャンプ道具はもちろん自転車も積めますし、釣りをやる方は大きなクーラーボックスなんかも積めますよね。今回の車両はサードシートを付けておりますので、この縦寸法に関しては1470ですけども、標準のタイプであればセカンドシートまでこれが延長しますので、収納スペースは非常に長いです。それでもこれだけあれば十分かもしれませんよね。サブバッテリーなど電装品関係はこちらのボックスの中に収納されております。そしてこの天板の上には電源ボックスと1500のインバーターなどメンテナンスができます。そしてこれはオプションなんですけども、車両最後部に外部シャワーをつけることができます。バックドアを開けてこのようにシャワーフォーセットを出すと、キャンプ道具を洗ったりワンちゃんの足を洗ってあげたりすることが可能です。キッチンのシンクとは別のタンクになりますので、水中ポンプも別です。こちらのスイッチを入れてあげると水を出すことが可能です。はい、今回のバレイヤいかがだったでしょうか。このねバレイヤ、私もね実際寝てみたんですけど、この上のベッドもそうですし、下のダイナイトのベッドもねかなり広いですので、私が寝てもですね足を伸ばしても十分寝ることができましたから、トイさんのバンコンの中ではですねこのバレイヤがですねベッドスペースはダントツに広いと思います。ですので高身長な方、体格の結構ね大きな方はねこのバレイヤ非常におすすめです。そしてトイファクトリーさん通の方はね分かったかと思うんですけど、実はこのねバレイヤのレイアウトってあるですね2車種のいいところをねこう足したようなキャンピングカーになると思うんですよね。まず1車種はランドティピー、そしてですねバーデン、このね2車種のいいところがねこう兼ね揃えたキャンピングカーになるんですよね。なので実際今ですねランド TV に乗ってらっしゃる方だとかバーデンに乗ってらっしゃる方の乗り換えでですねこのバレイヤをね選ばれることが多いらしいんですよ。その理由としましては、例えばキッチンはねこれランド TV のねこのポジショニングなんですよ。ただランド TV って実はベッドスペースが少し低めの場所にありますから、収納のねスペースがもう少し欲しいっていうふうに言われることがあるらしいんですよ。ただ今回のバレイヤね高いところにこれベッドがありますから、収納スペースのね広さ確保できてるんですよ。あとねバーデンなんですけど、バーデン乗ってらっしゃる方って買った時にですねご家族4人とか5人で使われていて、お子様も大きくなって、あとはもうご夫婦お二人になったよっていうふうになった時にね、もちろん収納スペースがねあった方がいいんです。収納スペースは大きいんですけども、ダイネットスペースと上のベッド、これをですね冬に展開しないとご家族寝れなかったんですけども、2人寝てしまったらもうここはだってね例えばベッドにしなくてもいいんですよ。なので収納スペースが広くありつつ上のベッドが広いから、ここだけでもお二人はね十分寝れますから、このダイネットスペースは崩さなくて、このまま、ダイネットスペースも使いますからセパレートして使うことができますので、バーデン乗ってらっしゃる方の家庭環境がですね変わってもですねこのバレイヤはですね順応に対応できるんですよね。今乗ってらっしゃる方も乗り換えでですねこのバレイヤは非常におすすめですし、そして今初めてキャンピングカーにね乗りたいなと思ってらっしゃる方も、皆さんねやっぱ乗り換えでこのバレイヤになってるってことは、もうこのねレイアウト自体が結構洗練されてるってことになりますので、初めてキャンピングカーにね乗る方っていうのもこのねバレイヤはね非常におすすめです。はい、今回はですね大人気バンコンビルダートイファクトリーさんが製造販売しております今年のですねジャパンキャンピングカーショーのアワードに輝いた
このバレイヤをご紹介しました。また少しでも参考になりましたら高評価の方と、今後もですねいろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますので、ご興味のある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。